ご理解第7節。天地金の神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし。天地は流行ることなし。流行ることなければ終わりもなし。天地日月の心になること寛容なり。信心はせんでもおかげはやってある。天地は流行ることも終わることもなし。しかれども人間の住む地球上にはどんな変化があるかわからない。今地球は寒天基地にさらされている。そのような現状の中でも特に地球上にさまざまな大きな変化が起こっていることも由々しきことと思われます。神様はいつも人間氏子を中心にお働きくださってあることを思うとき、人間もまた神様中心の生き方にならせていただく生き方を悟らねばならぬ重大な時期にあると思います。すなわち寒天基地を寒天基地に、その働きを受けるには信心はせぬでもおかげはやってあるおかげに気づき、心音放射の神様中心の生き方を身につけねばなりません。我が心自体を世界に開く運動がいよいよ急を要します。師匠の生きられ方の中心は神様中心の生き方にあると思いますね。今日のミニご理解、私は新中記念の時にそのことを思わせていただいておりましたら、やはりミニご理解にもその神様中心の生き方ということを申しておられますから、やはりこのことだと思いますね。師匠が私どもに鉄頭鉄尾教えられたこと、それは人間中心の生き方から神様中心の生き方にある意味大転換しなければならない。そしてその神様中心の生き方を貫くということだということではないでしょうかね。ではなぜ何のために神様中心の生活にならねばならないのか。ただ単に神様中心の生活と言われても何のためにということになりますね。それは師匠が私どもに教えてくださったこと、師匠の目指されたところ、それはいわゆる神様と人間氏子が愛楽しみ合い拝み合う世界、愛楽世界の権限にあると思います。その神様と人間氏子が楽しみ合う、拝み合う世界、楽しみ合う、これは我が心の世界ではないかと思いますね。ではどうしたらそういう世界に住むことができるようになるのか。その愛楽世界を権限するためには、私どもが神様を使う信心をしておる。それから神様に使われる、神様を使う信心から、神様から使われる信心に変わっていかなければならない。また神様を使う信心、それは人間中心の信心ということでしょう。その人間中心の信心から神様中心の信心へと変わっていかなければ愛楽世界は権限されない。ところが人間にはどうしても我情我欲があります。常識観念というものがあります。そういういわば私どもの中から常識観念をかなぐり捨てる、または我情我欲をかなぐり捨てる。そしてもう一つありますね。情ですね。人情、人間の情。
いわゆる牙城牙欲の牙城のところに当たるのでしょうかね。そういうものをかなぐり捨てなければ、いよいよ神様中心の世界には入っていけないのですね。その私どもの何というのでしょうか、常識というのでしょうか、常識観念、そして牙城であったり牙欲であったり、いわゆる人情であったり、そういうものを捨て去る。そこに成り行きを通して、成り行きの中に神様がそういうものを捨てる稽古をさせてくださる。師匠が説かれたのは、天地日月の心の地の心、泥の心にまずは重きを置いてくださいましたね。この泥の心を身につける。それは私どもの常識観念や我欲や人情やそういうものがあったのでは、泥の心は身につかないのですね。やっぱり常識観念で常識の世界にとどまっておったり、我欲を満たすことに人情の世界に流されたりするわけですね。その泥の心をいよいよ身につけるためには、常識観念を外さなければならない。我欲を取らなければならない。人情を外さなければならない。また、馬鹿になっていかなければならない。ということもありますね。逆しさが出たのでは、泥の心にはなれない。それは、こっちが本当だ。いや、あっちが本当だ。といったような、これも常識観念の世界に入るのかもしれませんね。成り行きを通してそういうものを取り外していったその先に、初めて泥の心が身につき、泥の心が身につくというのは、神様のくださる成り行きを一切を受けていくという世界ですから、私中心から神様中心の世界へ入った世界ですね。師匠が説かれる教えは、それら一切がやっぱり泥の心を身につける。それはすなわち神様中心の世界に入る。神様中心の信心をさせていただく。神様中心の生き方にならせていただく。ということにつながるのではないでしょうかね。そうやって神様中心の生活が身についたときに、初めて神恩、本当の意味での神恩、神様の恩というものが分かるようになるのではないでしょうかね。我情我欲がある間は、神様の本当の恩というのはなかなか分かりませんね。師匠の教えの一切が、私どもが自分中心、人間中心の生き方から神様中心の生き方になり、そこに初めて分からされる、いただけれる我が心、和らぎ喜ぶその我が心をもって神様と共に愛楽しみ合い、そして拝み合う世界へ誘うためのすべてであると。それが師匠の教えのすべてがそこに帰結するのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。